こんにちは、北谷です。長かったリフォーム DIY も今回で終了です。最後は残っている細かな作業になります。まずは隠し釘の頭を飛ばします。頭の部分を飛ばすとほとんど目立たなくなります。これで床部分の作業は終わりです。続いて窓枠を作ります。枠になる木材の端を45度にカットしてサッシにはめます。幅と厚さがちょうどいい木材が見つかり、手間なく加工できました。サッシの色ともあって自然な感じに仕上がりました。大きな窓も同じように枠を作ります。縦の部分は木材の長さが足りなかったので途中で継ぎ足しました。もともと和室だったので畳の厚さ分窓が高くなっていますが、うまくごまかせたと思います。これで全ての作業が終わりました。年季の入った照明にカーペット床のリビング。一部屋目の和室は雨漏りしていました。そして物置になっていた二部屋目の和室。そのすべてをつなげて大きな一部屋にしました。部屋の中央には憧れの薪ストーブ。壁を白くすることでとても明るい印象になりました。一面だけのグレーがいいアクセントになっています。長く大変なこともありましたが、すべていい思い出です。まだ家具の DIY が残っていますが、ここで一区切りにします。これまでご視聴いただいた皆さん、本当にありがとうございました。また次の動画もご覧いただければ嬉しいです。それではまた。